これどういう作業されてるんですか？展示会用の生原画を展示するので、当時使っていた生素材の中から展示できる素材を選んでます。これはじゃあもう現場に当時いた増本さんが一つ一つというか一枚一枚といいますか、カットごとで全部選出を今しております。どうしても展示できる素材ってある程度のその見栄えが必要なのと、アニメの作り方の性質上実は素材が分かれちゃってるんですよね。そのまま展示できるものもあれば、ちょっとお客さんが見るときにパーツだけ見せられても分からんみたいなのもあったりするので、結局当時の素材を全部一枚一枚見ないと展示できるものって違うので、それを今選別作業をしてるってことですな。吉成さんですね。すごい。いいっすね。いいっすね。ガイナ立ちしてるシモンは何なんでしょうね。いや、さすがっすね。すげえな。トリガーのスタッフが今日のために気合を入れてグレナガンとキルラキルの T シャツを着ているという図です。トリガーは今だいたい8割9割はもう原画マンさんをデジタルにそうですね、移行してるんですけど、こうやって昔ながらの紙の素材を触るの珍しいと思うんですけど、いや怖いですよ。これだけですかね、1枚なんで替えが利かないんでめちゃくちゃ怖いですよ。データはデータの良さもあるけど、紙は紙の良さがあるんでね。会社にもやっぱ紙の素材結構あるじゃないですか。あります、そういうの見てたらこう山積みになってるのを見ると結晶だなと思って。圧巻ですね。圧巻ですね。そういうのをじゃあその来たお客さんにも伝わるといいっすよね。そうですね。色いっぱい実際これに書いてたんだぞっていうのをね、見てもらえれば宣伝部的には嬉しいですね。こんなに本当に一枚一枚書いてるんだというのを改めてまじまじといただけるように頑張ります。今頑張ってます。今井さんか。そうだ、このカット今井さんだ。これやっぱすごいっすね。なんだろう、若いってすげえな。渡部さんのカットですね。何よりもガニ股なのがかっこいいですね。マジで雨宮さんっすね。雨宮さんも当時からめちゃくちゃ手が早かったっすね。一番メカのカット描いてくれたんじゃないですかね、グレン・ラガンの中で。いや、柔らかいっすね。吉垣さんが描くとカミナが柔らかいっすね。素材としてはもう十何年前、17年前のものか。描いたスタッフさん、当時自分もその人たちとずっと一緒にやってたんで、その人の顔が思い浮かぶという感じですな。ダメな資料があります。やばい。これを参考にこれを書いてくれたからそもそもメカモノでクロスカウンターして何の影響があるんだって話なんですけど、もう社長ちょっとずれてるのが一番いいっすよね。そうですね。頭おかしい。顔ぶっ刺したら合体っていう概念がおかしい。はい、ロージェロムです。アニメの絵じゃない。いや、そうっすね。恐ろしいわ。
日本画みたいだ。シモン歯食いしばれの後ぶん殴るカットなんですけど、原画をやっていただいたのが平松さんなんですね。原画がこれ1枚目で2枚目でぶん殴ってて、で3枚目で突き抜けてて、でここまではいいんですよ、わかる、動きとしては、はい。その後戻ってるんですよ。で普通に殴ってるんですよ。でこれが当時から原画の意味がわからなくて、なんでこういう原画になってるのかがシートを見てもわからないんですよ。普通に順送りなんで、これが今でも俺答えが出てなくて、平間さんに聞けばいいだけなんですけど、これはどういう意味の原画かわかんない。一度演出としては一撃なんですよ。要するに一発しか殴ってないカットなんですけど、何を意図して二重殴りになってるのか今でも分かんないですね。ただカットとしてはめちゃくちゃ成立してます、印象にも残る方だし、多分お客さんも見てると思うんですけど、これがいまだに広松さんの原画で分かんないですね。はい、分かる方いらっしゃったら教えてください、マジで。まあ当時っていうのもありますけど、技術のある方が集まって、それこそ十何年前の若い時に作れたのはあの瞬間だったからじゃないですかね、この作品は。だからでもそういう資料がやっぱり今残ってるってことがやっぱりなんかありがたいことで、それが今の人たちに見てもらえるっていう機会は少なくともその今回の展示会を開いていただけなければなかったことなので、なんかいい貴重な機会をいただいてるなと思います。はい、なのでもちろん当時関わっていただいた皆さんもそうですけども、当時から見ていただいて好きなファンの方には改めて見ていただけると、もしかするとあれですね、十何年前の自分を思い出すかもしれませんね。はい。チャンネル登録、高評価、熱いコメントお待ちしております。よろしくお願いします。俺が字間違えてます。俺が間違えました。こっちブレン長野で俺の字が間違えてます。疲れてたんじゃないですかね、この時。これもグランラガンだ。グランがついて、だいぶ疲れてたのが